はい。じゃあ、漢字の読みの問題の解き方をまず見ていきます。このように、ここに出ている問題が実際の JLPT N3、N4 の問題です。読んでみます。問題1。下線部の言葉の読み方として、読み方읽는 법。最も良いものを가장 알맞은 것을 1, 2, 3, 4から一つ選びなさい。밑줄 친 한자의 올바른 읽는 법을 고르는 문제です。じゃあ実際に問題を見てみましょう。1番、この薬を飲めば安心です。じゃあここに下線がありますね。これを当てます。1番、安静。2番、安心。3番、安心。4番、安定。これは安心ですね。安心。이 약을 먹으면 안심입니다. 안심と読みますので、3番が正解となります。はい。じゃあ今週皆さんが覚える漢字20個を見ていきます。一緒に読んで覚えていきましょう。今回は N4 レベルの漢字の読みを見ていきます。じゃあこの漢字、まず音読み。音読みをカタカナで書いてあります。悪と言いますね。訓読み。訓読みは割る。それからいは送り仮名と言います。悪いとなります。例えば、悪を使ったときに、この漢字、悪人です。悪人。悪人。나쁜 사람。悪人です。はい。じゃあ、クリップ2を見ていきます。今回は、文法形式の判断という JLPT の問題を解いていきます。まずポイント講義で問題の解き方について解説します. 자, 실제로 이렇게 문법 현식 판단 문제는 이렇게 나옵니다. 문제 1번이에요. 문제 1번. 次の文の括弧に入れるのに最も良いものを1、2、3、4から一つ選びなさいという問題です. 네, 괄호 안에 들어가는 가장 알맞은 문법 사항을 골라서 넣는 문제입니다. 그래서 문법形式の判断という問題 1번の問題です. 자, 실제로 이렇게 나옵니다. このホテルは高いのに駅から遠くて何々. 자, この括弧に何が入るでしょうか? 1番、便利です。2番、便利ではありません。3番、便利でした。4番、便利なところです。はい。じゃあ、どれが正解でしょうか？2番ですね。便利ではありません。このホテルは高いのに、비싼데、逆説の内容が後ろに来ますので、편리하지 않습니다. 便利ではありません。な形容詞の否定形です。な形容詞の否定形が入ります。はい。じゃあ、ここでは読解の問題を見ていきます。네, 자, 마지막으로 독해 문제 같이 보겠습니다. 内容理解という読解の問題です。説明文とか解説文とかエッセイの問題が、あります。読解の問題は長い文章を読んで、その書いた人の考えとか主張とか用紙を理解しているかを問う問題です。200字程度の短文、350字程度の中文、550字程度の長文、このように3つの形式があります。ここではまず短文を見ていきましょう。
内容理解の問題は JLPT-N3、N4 で問題4番になります。次の文章を読んで質問に答えなさい。다음 글을 읽고 질문에 답하세요. 答えは1、2、3、4から最も良いものを一つ選びなさい。ね。じゃあ読んでみましょう。漢字の読み方を確認しましょう。次の漢字を声に出して読んでみてください。